サーチの準備。ジャースパルと申します。さあ今週もやってまいりましょう。来週どこ行く2週連続のキャンペーンお疲れ様です。ミニアメブーストはうまいこと活かせましたでしょうか。私はあまりにも適当に使った感が否めませんさてそんなラティアスリサーチに向けての準備ともいえるキャンペーンが終わると、いよいよラティアスの登場が迫ってまいりました。昨年のクレセリアと違ってスキルやタイプの紹介が行われないというサプライズ進行なわけなんですけれども、伝説のポケモンはイベント以外のタイミングでゲットするのが本当に難しいポケモンとなっておりますので、ぜひ皆様しっかりと準備を整えてラティアスリサーチに挑んでいきましょう。やるべきことを洗い出していきます。それでは参ります。ということでラティアスリサーチの準備の話をする前に、まず最初に超ざっくり来週何があるのかをお話ししておきます。来週は4月1日から3日でグッドスリープデーが開催されます。水木金曜日がグッドスリープデーです。眠気パワーのボーナスとスリープポイントのボーナスと睡眠 EXP のボーナス、そして未発見寝顔の出現確率アップとピッピ族のピックアップがございます。今回睡眠タイプのごちゃ混ぜなんかは特にありませんので、睡眠タイプウトウトだとピッピ族の出現がないということになりますね。来週水木金はグッドスリープデーです。イベントの類は以上となっているんですが、4月が来るということでスリープポイント交換所のアイテム交換検討されている方はお忘れなく。できたらね、もう一旦動画を止めていただいて今やってきちゃってください。特にマスターサブレ、EX チケット、フィールド移動チケットあたりのアイテムをラティアスリサーチで使おうとされている方は交換お忘れなく。またメインスキルの種も重要かと思われます。これまで伝説のポケモンたち全員スキル得意のポケモンでしたし、スキルのポケモンをピックアップして強化までしてくれるイベントで当のラティアスがスキルではないというのもなかなか考えづらいので、ラティアス推しの方はメインスキルの種も準備して待ち構えておきましょう。それ以外は来週に直接関係があるというわけではないんですが、ミュウのミラクルスナップミッションが今週末で終了となります。早かったですね、1ヶ月。終了後にネロリ博士から何かしらのお話があるのか、ラティアスリサーチに向けてストーリー的な何かが絡んでいくのかなど、ちょっと楽しみでもありますね。ってことで来週はグッドスリープデーとスリープポイント交換所の入れ替わりのタイミングとなります。さあそれではそんな来週にやっておきたい準備、いろいろと考えていきたいと思います。やりたいことをだいたいこんな感じかなと思いました。0、ラティアスリサーチでやること。1、フィールド選定。2、メンバー決め。3、料理ジャンル決めと食材集め。4、アイテムの用意。5、鍋の拡張やお手ぶだめなど。6、ポケモンの厳選育成ってことで、前提1つと準備6つ、計7項目順番にお話ししていこうと思います。まずは前提0、ラティアスリサーチでやることですね。これまで伝説系のイベントを経験された方であればなんとなくイメージついているかと思うんですが、初めてであれば何をしたらいいのかっていまいち分かりにくいのかなと思います。ですがラティアスリサーチでやってほしいことって超単純だったりします。基本的にはエナジーを稼ぐ、ラティアスをゲットする、この2つとなります。エナジーを稼いでリサーチの質を良くすることでラティアスの羽毛というアイテムがたくさん手に入るようになります。それをラティアスをゲットするための様々なアイテムと交換してラティアスのゲットを狙いましょうっていうゲームフローとなっておりますね。でラティオスリサーチにもどうやらラティアス力を貸してくれるっぽい記述がありましたので、ぜひともここでゲットしておきたいところなんですが、ラティアスに興味ないぜって方も羽毛がたくさんゲットできればいろんなアイテムと交換することができるので、やはりやるべきことはエナジーを稼ごうってことになるかなと思います。なのでとにかくエナジーが稼げるように準備をしてラティアスリサーチに挑んでいきましょう。ってことで前提の0、ラティアスリサーチでやることは基本的にエナジーを稼ぐでした。これを前提として話を進めていきます。それでは実際の準備。1、フィールドの選定から参りましょう。今回のイベントは特にフィールド選びが重要なんじゃないかと思っています。
これまでの伝説イベントでは木の実が1つ固定であとはランダムになるっていうプチ若草みたいな形式となっていました。昨年のクレセリアイベントだったらどこのフィールドに行ってもエスパータイプ固定であと2種はランダムみたいな感じでどこに行ってもエスパー固定だったのであとは出現するポケモンとフィールドボーナスで選べばいいっていう感じだったんですが、今回は木の実固定がない上に開催フィールドも若草、ラピス、アンバー、EX という4フィールド固定になっているので、ラピス、アンバーは元々の木の実がおそらく固定で、若草と EX は木の実完全ランダムというこの選択肢の中から考えなくてはなりませんね。選択肢が絞られているのはむしろありがたいのかもしれません。その中で基本的には最もエナジーを稼げる選択肢を選ぶっていうのがイベント的にはいいということになりそうです。来週は最後のフィールドボーナス上げの機会にもなりますね。で、今回はスキルのポケモン全てが強化されるイベントなので、ラピスであればエルレイドやジュカイン、クレセリアなんかが大きくエナジーに貢献してくれそうですし、アンバーであれば誰が輝きそうですかね育成できればオンバーンは最高なんですけどね。ラティアスもドラゴンだったとして育成するのは困難でしょうし、ちょっとね毒虫タイプのスキルのポケモンたちは単体でエナジーを稼ぐのは苦手そうに見えます。あとはフィールドボーナスで選ぶということになるでしょうかね。そんな感じで基本的にはどのフィールドが最もエナジーを稼げそうなのかっていうことを重視してフィールドを決めてみるといいのかなと思います。で、イベントは2週間連続の開催となって、イベント2週目にはスキルのポケモンの木の実がプラス1個されるというドチャデカボーナスが追加されますので、これを活かせそうかどうかもぜひ検討してみてください。木の実ガチャをする予定の方は今のうちから徳を積んでおきましょう。私は2週目に EX に行こうと考えているんですが、エスパータイプか電気タイプの木の実が引けたらなと思っていて、5連ガチャするとしてどっちかが引ける確率は 85% くらいありそうなので、対戦よろしくお願いします。そんな1フィールド選定でした。続いて2メンバー決め。ここはフィールドが先かメンバーが先かという話はあるんですが、フィールドが決まればおのずとメンバーも決まってくるかと思います。特にイベント2週目のフィールドはスキル得意の木の実プラス1個があるので、よりメンバーかっちり決まるんじゃないかなとも思います。木の実ガチャがある場合は状況によりけりかと思うんですが、スキルのポケモンたちは一応等しく強化されますので、なんとなく中心のメンバーは決まってくることと思います。例えばね、アンバーに行こうと思っている私はアンバー適正のスキルのポケモンが全然いないので、デデンネとブースター、鍋拡張のブースターと、あと海竜とみたいな感じになるのかなと思っています。また今回スキルのポケモンの食材プラス1個というボーナスも入るので、食材集めにもそれなりに影響するんじゃないかなと思います。ってことで流れで3料理ジャンル決めと食材集めにも入っていきたいと思います。ラティアスリサーチ2週間連続開催のイベントとなるので、2週間分の料理計画を立てて挑めたらベターだなと思ってます。スキルの食材プラス1個で2週間目にもそれなりに食材を残すことって可能なんじゃないかなと思うので、ここをうまく使っていきたいところでもありますね。食材系のスキルのポケモンたちもどちらかというと1週目の方が活躍できたりするかもしれません。そして特に2週目のメンバーがかっちり決まっている場合は、1週目で何の食材を取っておくといいのか、2週目には何の料理ジャンルになったら都合が良さそうかとかもなんとなく見えてくるんじゃないかなと思います。で、問題なのは特に EX 絡みなんですよね。EX ではフィールド移動ガチャの上限回数が決まっている上に、基本的に木の実を優先しなくてはならないかと思うので、料理ジャンルは狙うに狙えないんじゃないかなと思ってます。ってことで2週目に色違い狙いで EX に行こうと思ってる私は、料理3ジャンル全てにある程度対応できるように1週目をこなしていかなくてはいけないなと思っているので、特にアボカドとカボチャを詰め込んで1週目のアンバーに乗り込みたいなと思っています。アンバーではね、海竜を編成するつもりなので、サラダ狙いで若者を作りながら、できたら岩パレスでアボカドを補給しつつ2週目の木の実ガチャにかけたいなーなんていう風に思ってます。岩パレスいないんですけどねそんな感じで迷ったら、手持ちのポケモンやフィールドボーナスから最もエナジーが稼げそうなフィールドを選んでもらって、
メンバーが固まったら2週間何の料理を作っていこうか、スキル得意の食材プラス1個も考慮しつつ、本番のタイミングで集めるのが苦手そうな食材をがっつり集めて準備しておけると2週間走りきれるんじゃないかなと思います。ぜひね、それぞれの手持ちに合わせて考察してみてください。そんな2、メンバー決めと3、料理ジャンル決めと食材集めでした。このあたりもね、2週間連続イベントってことでいつもとまた違った準備が求められそうなんですが、次の項目もそういう雰囲気があるかなと思います。4、アイテムの用意ってことで、伝説イベントは特にアイテムの使い時の一つになるかなと思ってます。アイテムを使った結果、エナジーが多く稼げて、よりラティアスが狙いやすくなるっていう感じかなと思うので、ラティアス狙いを頑張りたい方はここでいろいろ使ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ラティアスにそこまで興味がない場合は、ラティオスイベントも次に来るでしょうし、7月には3周年フェスティバルとか、遠いんですけど12月のホリデーとかまで温存するという選択肢もありはしますね。エナジーを稼ぎやすくしてくれるアイテムとしては、真っ先にいいキャンプチケットだったりお手伝いホイッスルが浮かぶかなと思いますし、それも分かりやすく有効ですし、先ほどのように料理ジャンル狙いなどではフィールド移動チケットが力を貸してくれるものと思います。2週連続のイベントなのでね、特に1週目なんかは狙いの料理が引けると予定が立てやすそうだなとは思いますね。また若草や EX ではフィールド移動チケットを木の実ガチャをするためのアイテムにもなります。そして EX にはさらに EX チケットも必要ということで、スリープポイントはお持ちでしょうか。ちょうどね、グッドスリープデーもありますので、用途に合わせて所持しておきましょう。EX チケットは最大2枚までバッグに所持しておけますので、無課金であれば3月から持ち込んだ2枚と4月の交換所にある分3枚、最大で5回まで EX ガチャが可能となりますね。プレミアムパスに入っていればもう1回分追加できるはずです。それ以外、エナジー関連以外ではマスターサブレなんかもラティアスをゲットする最も近道のアイテムとなります。一応ね、マスターサブレなしで無課金でこれまで遊んでいて、伝説イベントでゲットできたポケモン、伝説のポケモンたちは平均4匹くらいだったかなと思います。それぐらいかなと思うので、何かの参考までに。ですがね、最初の1匹はいわゆるお通し個体と呼ばれておりまして、全リサーチャーで共通のサブスキルとなっているので、本格的な厳選は2匹目からということになります。そんなわけでマスターサブレなしの場合、相当運が良くないと本当に3匹前後くらいしか厳選できないということになっていますので、なかなかはちゃめちゃではあるんですよね。なのでね、とにかくゲットを優先したい場合はスーパーサブレとかハイパーサブレとかいいサブレも惜しまずガンガン使ってっちゃっていいんじゃないかなとは思ってます。またポケモンのお香を使うと、お香のポケモンもラティアスの羽毛を持ってきてくれるので、ちょっとだけ羽毛に貢献してくれますね。パルはね、おそらく期間中にラティアスのお香を10個使うことになるかと思うので、4個分は別のポケモンのお香を置きたいなと思ってます。スキルのポケモンのお香を使うと羽毛の量が若干増えるみたいなので、オンバットのお香がまだある方はイベントのタイミングで使うなんていうのもいいんじゃないかなと思います。ラピスラズリコハンだとオンバットのお香使えないんですけどね。といった感じで、アイテムの使用もぜひ検討してみてください。で、本当に一応予想になるんですけど、かつて園庭イベントとかもやっていた5月末とかにラティオスが来て、で7月中旬から下旬にかけて3周年フェスティバルかなと思いますし、その間でサラダ 1.5 倍とかカレー 1.5 倍のキャンペーンもやるんじゃないかなと思うので、特にいいキャンプチケットはどこで使おうか、無課金的には非常に悩みどころなのかなと思ったりもしますね。ラティオスどころかラティアスの能力も未知数ですし、3周年の新ポケモンが誰なのかも不明なんですが、スキルのポケモンに何かしら関係しそうなのがラティアスということで、ここが力の入れどころとなりそうかどうかぜひ考えてみてください。そんな4、アイテムの用意でした。それではここからは割と一般的な週末準備という感じになるかなと思います。5、鍋の拡張、お手ぶだめなどってことで、いつもの週末準備もしておこうという感じですね。普段と違うところがあるとすると、これもね2週連続でのイベントとなりますので、例えば鍋の拡張は最低限にだけしておいて、余剰食材は詰め込まずに2週目のことを意識しておこうだとか、
お手札目をいつもより長めにやっておこうとか、アボカドを多く持ち込もうとかは有効だったりしますかね。ちょっとね、パル今のところイワパレスがいないので現地で集めるのが苦手そうだったりするので、ちょっとそういうこともね、検討できるかどうかを考えてみたいなと思います。そんな感じでね、食材の準備もいつもとちょっと雰囲気が違うと思うんですが、鍋拡張やお手札目なんかも2週間連続イベントってところを意識してやってみるといいんじゃないかなと思います。そんな5、鍋の拡張、お手札目などでした。そして最後に6、ポケモンの厳選育成ですね。今回はラティアスイベント本番の2週間をうまいことやりくりするための準備みたいなところに主眼を置いてあるんですが、それこそパルだったらイワパレスがいてくれたらなとか、オンバットをゲットできた方は進化させるためにまだまだ飴が必要だぜとかね、ラティアスリサーチの即戦力探しをする最後の機会にもなるかと思うので、フィールドボーナス上げや食材準備の傍ら、ポケモンたちの最後の厳選育成もちょっとだけ気にしてみてください。育成に関しては一応グッドスリープデーもあるので、うまいこと使えるといいですね。そんな6、ポケモンの厳選育成でした。と大体そんなところでしょうか。伝説イベントってね、基本的に2週間連続開催となりますし、イベント2週目にはスキルのポケモンたちの木の実もプラス1個されるというなかなか面白いイベントとなっておりますので、これから来るであろうラティオスイベントに向けてもここで準備した経験が生かされるような気もしますし、何やらラティアスもそこでは活躍しそうな雰囲気なので、いつも以上にしっかりと準備をして2週間のイベント楽しんでいきましょう。ぜひね、他にもこんなことを気をつけたらいいんじゃないかみたいなことだったり、私はこんな準備をするつもりだぜとか、もうしてるぜなども教えていただけますと幸いです。そんな来週どこ行くラティアスリサーチの準備でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。ここでグッドを押して得を高めておけると、お目当てのスキルのポケモンにチャンスがつく確率が上がってほしいなと思ってます。いつもたくさんの応援本当にありがとうございます。それではまずはスキルピックウィークとミューミッション、最後まで楽しんでいきましょう。ミューミッションが終わったらミュウツーとか出てくるんでしょうかね。そういったこともほどほどに期待しておきたいなと思います。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。